恐るべき解像度。今回も冬アニメ1話レビュー。そのタイトルは伴走戦隊絆5ではなく、戦隊レッド、異世界で冒険者になる。もしかしたら皆さんもこのタイトルには聞き覚えがあるかもしれません。戦隊パロディ作品が大炎上した際に見習えという形で比較されたのがこの作品なんですとね。そう。炎上の詳細についてここでは触れないけど、まさかのその騒動の最中でアニメ化が発表されたから、ある意味持っているとさらに話題となった。私は原作を読んでいないのだけど、戦隊を含めてある程度の特撮作品は見ているし、あの炎上とは関係なく、特撮への解像度が低いパロディ作品は何度か見ていて、歯がゆさを感じていたから、じゃあ話題のこの作品はどうなんだろうと勝手に期待していたんだけど、カーナーリ戦隊だった。具体的に言うと、あらすじに触れると、悪のラスボスへ最終決戦を挑んでいた伴走戦隊絆5。そのリーダーである朝垣と魚こと絆レッドは、最終決戦で敵ボスと相打ちになるも、異世界へと転生していた。困っている人を放っておけない性分の統合は、転生母も所持していた絆レッドへの変身能力やアイテム、果ては巨大ロボットまでも駆使し、冒険者として人助けをしながら元の世界へ帰還する方法を探していた。そして没落した家を再興させるため強力な冒険者を探していたヒロインであり、魔導士のイドラと出会い物語は動き出す。異世界で使うのは魔法とかでなく、持ち越した戦隊としての戦闘力なんですって。いちいち叫ぶアイテムや巨大ロボ、そしてポーズや技が決まるたびに起きる背後での爆発。戦隊としてのお約束が発動するたびにヒロインのイドラが突っ込むというスタイルが確立していたね。異世界からすると、戦隊の能力のあり方自体が魔法よりも謎が大きいのに見えるらしい。そういったアイテムなどの小道具の解像度の高さや、絆5や敵役のキャスト、あるいはこの作品のシリーズ構成の脚本家さんに至るまで、本家の東映制作のスーパー戦隊に関わっている。いわゆる本物揃いという凄さもあるんだけど、一番すごいなと思ったのは、主人公、朝垣東吾のポジティブな熱血感であり、他人を全肯定する嫌味のなさが、特に2000年代以降の戦隊で顕著なレッド、主人公像そのものなんだよね。もちろん戦隊と一口に言っても、作歴やキャラ造形がバラバラだから、全てのレッドがこうであるわけじゃないけど、ある程度の数を見てる人からすると、本当にレッドという概念の解像度が高いことに気づくと思う。近年の作品で言うと、ブンブンジャーやゼンカイジャー、キラメイジャーあたりのレッドに近いかも。ちなみにこのアニメの脚本家さんは、現在クライマックスを迎えようとしてるブンブンジャーのシリーズ構成を務めている。そんな本家の戦隊レッドと遜色ない統合、絆レッドのパートナーとなる少女イドラ。戦隊の技や能力だけでなく、暑苦しさにフラットな視点からツッコミを入れる姿が面白いし、それが不快に感じる茶化し方になってない、というのが、前述の炎上騒動で名前が出てきた理由かなと思っちゃったね。言い方はあれだけど、レッドのある意味臭いセリフがイドラに恋愛感情を抱かせてもいるようで、普通に関係の行方も気になる。実写特撮の戦隊を見ている延長線上で楽しみつつ、異世界作品としても面白い。これは結構当たりの作品じゃないかと思ったね。これは毎週楽しく見させていただきたいと思います。今回は以上です。皆さんの感想やご意見をコメント欄で教えてくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。